相手が全然喋ってくれない。沈黙が気まずい。そんなことありませんか？質問の仕方で変わる可能性大です。皆さんこんにちは、五野へみきです。今回のテーマはこちら。インタビューの話し方、質問の方法ですね。ラジオでゲストを呼ぶ、YouTube でコラボをする、勉強会にゲストを招いて自分がホスト役を務める、そういったインタビューに役立つ内容です。で、インタビューが上手くなるとビジネスにかなり応用できます。例えば、ビジネスの雑談、ビジネスの商談、営業、社内の面談、こういった日常のビジネスシーンにかなり応用できますので、ぜひ最後までご覧ください。相手が思わず本音を話したくなるようなインタビュー術、3つのポイントをご紹介します。ラジオとか YouTube とか勉強会といったところにゲストを呼ぶ場合というのは、インタビュアーにとってはホーム、ゲストにとってはアウェーで話す状況ですね。ゲストに安心してもらう必要があります。なので、インタビュアーというのは、あなたのことを知っています。あなたに興味があります。これをゲストにアピールしていくものなんですね。なので、インタビューというのは、あなたのことを知らないから教えてくださいではなくてですね、あなたの何々にとても興味があるので聞かせてください。このスタンスで臨むのが吉です。はい。ゲストがもし SNS をやっているのであれば、半年分ぐらいは遡って見ておくといいですね。ゲストがラジオとか YouTube をやっているのであれば、見たり聞いたりしておく。曲を出しているなら聞いておく。本を出しているなら読んでおく。こういったことでリサーチメモを作るのがおすすめです。リサーチメモに書くことを、例えばこちら。ゲストの今の仕事、簡単な経歴、今何に興味があるのか、今一番力を入れていることは何か、こういったリサーチメモを作ってから質問を考えていきます。ちなみに営業の商談の場合ですと、初対面のクライアントの個人の SNS を事前に見ていたらかなり警戒されると思いますから、そうじゃなくてクライアントの会社のことですとか商品のことをリサーチするんですね。ホームページのお知らせとかニュース記事を事前に見ておく。それで、御社の何々のプレスリリース拝見しました。素晴らしい取り組みですね。みたいな感じで、あなたの会社に興味がありますよと最初にアピールするイメージです。ポイント2、テーマ決め。リサーチメモを作ったら質問を考えていくわけですけれども、その質問も含めてインタビューの全体像をイメージするのがとても大事ですね。ゲストインタビューというのは基本的には時間の制約がありますから、聞きたいこと何でも聞けるわけではないんです。なので、テーマを絞っていく。終盤で補足的に別のテーマの質問することももちろんありますけれども、基本的にはテーマは一つがいいですね。テーマの決め方はこちら。聞き手ファースト。はい、自分が興味があることというよりも、お客様が気になるであろうことを想像して決めていくことになります。って言われてもってなると思いますので、例えばをご紹介しますね。ゲストでとあるインフルエンサー A さんを呼ぶとします。リサーチメモはこんな感じ。YouTube でライフスタイル系のチャンネルを運営しています。登録者10万人です。会社員時代に体調を崩して地方に移住したことがきっかけで始めました。趣味はカバン作りで、力を入れているのはクラウドファンディングですと。これがもしラジオ番組でのインタビューでしたら、リスナーの皆さんは A さんの YouTube を知らない可能性がありますね。なので、テーマはもう YouTube の中身。どんな YouTube でどんな動画があって、その中の一押しはどんな動画なのかというところがメインテーマになっていきます。これ、クラウドファンディングの話を冒頭からしてしまうと告知色強くなりますので、終盤に持ってくるという全体像になりますね。一方で、これが YouTube のコラボ動画だったら話は変わります。視聴者の皆さんは A さんの YouTube すぐ見ることができますので、動画についての詳しいインタビューはいらないかなと。で、自分も YouTube をやっているとして、自分のチャンネル登録者の皆さんはビジネスとか副業に興味がある方が多そうなのであれば、テーマはきっかけの話。それよりも自分のチャンネル登録者の皆さんはライフスタイルとか移住とかに興味がありそうだなということであれば、テーマはリアルな生活について。こんな感じでテーマが変わってきますね。
でこれビジネスシーンに応用するということを考えますと、相手ありきの商談であっても目的とかテーマに合わせてブレないように全体像を組み立てる、こんな応用ができます。全体像がつかめたら質問作りです。ポイント3、質問のセレクト。テーマが決まりましたら、そのテーマに沿った質問を思いつく限り書き出していく作業に入ります。先ほどの例えばをまた扱いますね。ゲストでインフルエンサー A さんを呼びます。A さんはこんな方です。今回は YouTube のコラボ動画とします。で、自分の YouTube の登録者の皆さんはビジネスとか副業に興味がある方が多そうということで、テーマはきっかけの話にしたという設定でいきますね。で、リサーチメモの会社員時代に体調を崩して地方に移住したことがきっかけを詳しく聞く質問を考えていくわけです。経歴関連だったら時系列がいいですね。例えば、会社員時代はどんな業界だったのか、体調を崩した時は何があったのか聞いてもいいか、体調を崩した後切り替えることになるきっかけは何だったのか、旅行や滞在じゃなくて移住を選んだ理由は何か、移住先はどのように決めたのか、実際に生活してみてどうか、移住後に YouTube を始めることになったきっかけは何か、YouTube は初めからうまくいったのか、こんな感じの質問が思いつくと思います。全然思いつかないという方は、もう生成 AI を使ってください。できるだけたくさん質問を出してください。そんな風にお願いをして、その質問から選んでいけば大丈夫なんですけれども、本当にインタビューのスキルをつけたい、そういった皆さんはですね、ゼロから考えた方が力がつきます。で、仕事でラジオとか配信とかでインタビューをしているという方は、もうここまで私がお話ししたことというのは常識として皆さんやっていることと思います。ここでの最大のポイントはこちらです。用意した質問を順番に読み上げるのはインタビューではありません。ゲストが乗ってきたところで深掘りをしていくんですね。これがインタビューの醍醐味です。なんですが、ちょっとこの動画だいぶ長くなってきましてですね、次回質問の選び方、深掘りの仕方、こういったところを詳しくお届けしたいと思います。インタビューの話し方パート2をお待ちください。ということで、五野へきのスピーチトレーニングはメルマガ、個別レッスン、動画教材、オンラインサロンもあります。詳しくはプランが一覧をご覧ください。ちなみにいいですか、補足。インタビューが本当に上手くなりたい方はですね、オンラインサロンのグループレッスンで実際にインタビュートレーニングというのができます。インタビューはですね、本当やらないとうまくならないですね。インタビューが上達したい方はサロンです。ということで補足でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。